1996年8月18日夜7時、ブエノスアイレスにあるカトリック教会で、アレハンドロ・ペセット神父がミサを捧げていました。一人の女性がやってきて、教会の後方のろうそく立ての上にご聖体が放置されていますと、神父に伝えました。神父が行ってみると、そこには冒涜を受けたとみられるご聖体がありました。司式直後だったアレハンドロ神父は、すでに司式中にご聖体を受けていました。すぐに再びそれをいただくこともできません。そこで、そのご聖体を水の入った容器に入れて、教会の聖室に収めました。8月26日、月曜日、聖室を開けた神父は驚きました。なんと、聖体が血の滲む個体になっていたのです。驚いた神父はベルゴリオ司教に連絡し、専門家に依頼して写真に記録するようにという指示を受けます。正式な写真は9月6日、9枚が撮られました。血の滲む肉片に変化した聖体は大きくなっていました。この不可思議なご聖体は、教会の聖室にしまわれ、この出来事は秘密とされました。ところが、このご聖体は、その後数年間全く腐敗しませんでした。そのために、科学的調査が行われることになりました。1999年10月5日、ベルゴリオ枢機卿の代理人が立ち会う中、ゴメス博士は肉片からサンプルを採取しました。サンプルが何か、ニューヨークの科学者たちは知らされませんでした。調査にあたっては、先入観を防ぐ目的で、分析にあたる科学者チームには、わざとサンプルの起源の情報が伏せられたのです。この科学者チームには、著名な心臓専門医であり、法医学者でもあったフレデリック・ズギバ博士がいました。分析にかけられた個体は、人間の DNA を持った神聖の肉と血液である。博士は、分析の結果をそう証言しました。分析された物質は、左心室の弁の近くの壁に見出される心筋の断片である。左心室は、体全体に血液を送り出す働きをすることを忘れてはなりません。この心筋は炎症を起こしており、白血球の数が非常に多い状態でした。このことは、このサンプルが採取された時点で、心臓が生きていたことを示します。生体内では白血球は死んでしまうので、維持されるには生きた組織がなければなりません。よって、白血球の存在は、サンプル採取の時点で心臓が生きていたことを示します。さらに、白血球は細胞組織に入り込んでおり、このことから、心臓に激しい負荷がかかっていたことが分かりました。あたかも、この心臓の持ち主が、胸部をひどく殴打されたかのようでした。この分析調査には、2人のオーストラリア人、ジャーナリストのマイク・ウィレシーと弁護士ロン・テソリエロが立ち会いました。サンプルがどこから取られたかを知っていた両名は、
ズギバ博士の証言に言葉を失いました。人の体の組織から採取したものを水の中に入れておいたとしたら、白血球はどれくらい生存しているんでしょうか。博士はこう答えました。数分も経たないうちに白血球は消えてしまうでしょう。それでウィレシーは博士に伝えました。サンプルが採取された肉片は最初ごく普通の水の中に1ヶ月保存され、その後蒸留水を入れた容器に3年間保存されたものです。科学的に説明することは不可能だ。ズギバ博士は何をどう説明すればよいか分かりませんでした。そしてズギバ博士は熱のこもった調子で尋ねました。もう一つ説明してください。このサンプルが死んだ人から採取したものなら、これを観察しているときに、どうしてサンプルの細胞が動き、脈打っていたんでしょうか。この心臓が1996年に亡くなった人のものなら、なぜ細胞は生きているのでしょうか。なぜ死んだ人の心臓から取り出したものが、私のニューヨークの研究室で生きているんでしょうか。そこで、初めて、マイク・ウィレシーはズギバ博士に伝えました。分析されたサンプルは、奉納されたホスチアから取ったもので、それが血に覆われた人の肉片に神秘的に変化したものです。これを聞いたズギバ博士は驚き、こう言い残しました。奉納されたホスチアがどのようにして、なぜその本質を変え、生きた人の肉と血になるのか。それは科学では説明できない神秘として残るでしょう。私たちの力を全く超えた神秘として